こんばんは、しろです。本格的な冬が到来しましたね。僕は札幌に住んでいるので、毎日雪が降るし、寒いしで、引きこもりがね、いつも以上により加速していっています。これから1月2月とより雪がたくさん降ったりとかしていくわけなんですが、そんな北海道の冬の悩みの一つが冬道なんですよね。これからどんどん雪が降っていくと、雪道を人が歩いたり車が走ったりとかして踏み固められて氷のように硬くなってツルツルになっていくんですよね。いわゆる圧雪っていうやつですね。その道を快適に歩くために北海道では多くの人が夏と冬で靴を変えていたりするわけなんですが、僕は冬靴はちょっとどうしても好きになれないんですよね。なんでかっていうと、寒さ、冷たさを緩和するためなのか、結構見た目がね、ゴツゴツして分厚いんですよね。ソールもなんだか分厚くて、シュッとした印象がね、あんまり冬靴にはないんですよね。そこで僕はもうここ5年、6年、7年ぐらいですかね、ずっとアディダスのスタン・スミスで冬を乗り切っていました。ただスタン・スミスは別に冬用のスニーカーというわけではないので、もちろん滑りますし、ローカットのモデルなので横から雪がガンガン入ってきたりするんですよね。それでも我慢してスタン・スミスを履いて冬を越していたんですが、冬用の靴が欲しくないわけではないんですよ。毎年ずっと冬靴を探し続けていて、なかなか気に入る冬靴が見つけられませんでした。ただ今年ついに見つけてしまったんですよね。それが鬼塚タイガーのリンカンブーツです。僕自身スニーカーに詳しいわけではないので、このリンカンブーツがどんな靴なのかっていうのはね、出会うまで知らなかったです。見た目はブーツっぽいのにスニーカーの機能性を兼ね備えているっていうのがね、実際に履いてみた僕の印象ですね。でまず鬼塚タイガーってどんなブランドなのっていうと、鬼塚タイガー、名前からもわかる通り日本のブランドで、現在はアシックスが展開するブランドの一つですね。アシックスはスポーツパフォーマンスブランドで、鬼塚タイガーはスポーツファッションブランドっていう違いがあるそうです。両方とも靴は同じロゴデザインがあしらわれているので、パッと見でね、これが鬼塚だ、これがアシックスだっていうのがわかる方もね、結構なスニーカーマニアなのかなと思いますね。僕も昔鬼塚タイガーのスニーカーを持っていたこともあるんですが、その時はね、ソールがペラペラであんまり好みじゃなかったんですよ。軽さは抜群だったんですが、ソールがちょっと薄すぎて、長距離歩くのは辛いかなっていう感想でしたね。そういった印象があったから、特に鬼塚タイガーのサイトとかをチェックしてたわけでもないですし、鬼塚タイガーのスニーカーを熱心に調べていたっていうわけでもなくて、僕の中での選択肢っていうのに鬼塚タイガーは入っていませんでした。そんな中、たまたま立ち寄った鬼塚タイガーの店舗で見つけたのがリンカンブーツです。このブーツの何がいいって、スニーカーとブーツが合わさったような靴っていう点なんですよね。もちろん各社いろんなブーツとスニーカーの合いの子みたいな靴は展開しているんですが、見た目があんまり好みじゃないことが今までは多かったです。リンカンブーツはスニーカーのようなブーツで2012年に登場していたみたいでね、もう10年ぐらい売られていて結構人気のブーツみたいですね。見た目を見ていくとエナメルっぽい質感になっています。ですが、実はアッパーはね、天然比較素材が使われているんですよ。こんな見た目なのにレザーなんですよね。なので、メンテナンスはそこまでいらなくて、長く綺麗に履くことができるそうです。もちろん長期間履くとコーティングが剥がれるっていうデメリットはあるそうです。見た目を見ていくと、ワークブーツほどつま先にボリュームはないので、比較的スッキリとしています。サイドにはね、スニーカーらしく鬼塚タイガーのロゴがしっかりと入っています。ただ、同色のロゴになっているので、そこまで主張の激しいロゴではないですね。このロゴがスニーカーっぽさを際立たせているポイントなのかなと思いますね。ソールはワークブーツっぽい感じではあるんですが、そこまで分厚くないので、あんまりゴツゴツした印象っていうのは僕は受けませんでした。で、真っ黒ではなくて、ステッチはオレンジになっています。こういったね、ワンポイントもいいですよね。シューレースは3種類付属していて、黒とオレンジと先だけオレンジになっているシューレースですね。好みに合わせてね、変えられるのはいいかもしれないですね。ちょっと僕はオレンジよりは真っ黒にするかなと思ってます。今のところね。で、履き心地に関しては中敷きはオーソライトが採用されています。クッション性もしっかりあるので、長時間歩いていても疲れないんじゃないかなと思います
ね。見た目はブーツっぽいのにスニーカーなので重量もめちゃくちゃ軽いんですよ。で、今ちょっとね、重量計がないので手で持ってみた感想になるんですが、ニューバランスの996の USA 製よりも僕自身は軽く感じますね。この点は軽い靴が好きなので結構嬉しいですね。で、幅に関しては結構狭めかなっていう感じですね。僕の足幅はニューバランスだと D で、それでもちょっと広く感じるんで、紐を結構ガチガチに縛っています。鬼塚タイガーのリンカーンブーツもそんな感じですね。結構紐は僕はきつめに縛っています。僕の場合、足が狭くて甲が低いので、あんまり足に合う靴っていうのがないんですよね。リンカーンブーツも紐を緩めるとかかとが抜けてくる感じがありますね。Amazon のレビューを見てみると、3E、トリプル E の靴を普段履いているっていう方は、普段よりもワンサイズアップした方が快適に履けるそうです。長期間履いてみて、まだまだかかとが浮いてくるなっていう感じがするなら、僕はインソールを足そうかなっていう風に今のところ思っています。で、履いてみるとこんな感じ。ブーツっぽい見た目がいいですよね。履き心地はスニーカーですが、重たい靴は嫌だな、ブーツっぽい靴が欲しいなって人にはぴったりだと思います。外のね、雪道を歩いてみると、滑らないってことはないですね。滑ります。結構ね、ソールがゴツゴツしているので、スタンスミスと比べるとそこまで滑らないかなっていう感じですね。で、またエナメル素材になっているので、雪がちょっとついたとしても中に染み込むことはありませんでした。雨の日とか、夏場ね、雨の日とかに履くのにもぴったりの靴なんじゃないでしょうか。価格は 15,950 円。いろんなバリエーションがあるので、ぜひね、チェックしてみてほしいなと思います。この他スウェード生地のね、リンカーンブーツとかもあるので、好みに合わせて購入できるのかなっていう感じですね。僕が購入したモデルの Amazon のリンクは概要欄に貼ってるので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは買ってよかったもののレビューなど様々な動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをいただけるととっても励みになります。Twitter や Instagram などもやっているので、合わせてフォローをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。